おだすこんちこんばんは、ポテトです。今日もテント分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、シャビシモンズ身長10センチ以上大きくなったけど今でも使いやすいのかやっていきたいなと思います。身長低いとドリブルしやすいはず。これはなんとなく使ってでもね分かるレベルですよね。例えばコレルとメッシとかで言ったらもう明らかに差がね違うの分かりますよね。身長差も30センチ以上ありますので、これがですね、じゃあ今回ですね10センチとかそれぐらいの差でも分かるのかっていうのを今回見ていきたいなと思います。はい、情報ですね、検証方法は今までと同じような形で見ていきたいと思います。照射普通で iPhone に動きを記録させて、ペナルティラインからハーフラインのところですね。で、何秒かを測っていきたいなと思います。1秒間60個まで測っていきたいなと思います。今回使っていくのは、このシモンズとこのシモンズですね。使っていきたいなと思います。1年間11センチくらい身長伸びてっていうね、成長期著しい選手になりますけども、この2人を使ってですね、どう違っていくのか見ていきます。で、能力はこんな感じで、ある程度合わせてきました。ドリブル、スピード、瞬発、ここの辺りはね、合わせてきてますよというところですね。これでどれぐらい変わっていくのか見ていきましょう。まずですね、168センチの方のシャビシモンですね。身長低い方がね、ドリブラしやすいかなっていう気はしてるんですけどね。スピードとかも上がっていくのかとか、そういうところも見ていきたいですよね。はい、見ていただきました。平均としてはこんな感じ。タッチ数は6から7ぐらいでしたかね。これが速いのかどうかはまだ分かりませんが、これがどう変わっていくのか、身長179センチになるとどうなるのかを見ていきましょう。はい、ここから179センチのシャベシモンズですね。前作とか、e フットボールになる前とかの話をするとですね、180センチとか185センチぐらいが一番ドリブルは速かったんですけどね。これが今作になってどうなっていくのかというのは見ていきましょう。ちなみにダッシュはですね、以前動画でも出しておりますが、身長差ではスピードが変わらないということは分かっておりますので、その上でどうなっていくのかを見ていきましょう。はい、見ていただきました。なんだろう、最高速は速かったんですが、若干タイムのブレが大きかったっていう印象はありましたね。これがボルコンの差なのか何なのかちょっと何とも言えませんが、ちょっと違いがあるよということが分かりましたね。ただですね、どちらにしろですね、使ってでも分かるレベルで違うかと言われると正直微妙なぐらいでしたね。最高速も一応速かったんですが、1コマ程度だとね、正直分かんないレベルだと思いますので、もしかしたらスピードとかに関してはですね、あまり変わらないのかもしれませんね。はい。それだけでは終われないということで、今回はこんな感じで旋回をしていく、回っていくようなところも見ていきます。同じ動きを iPhone に記録させてですね、両方やってきました。下が168センチの方ですね、上が179センチになってます。はい、見ていただきました。ちょっと細かく見ていきましょうか。この左に曲がるここのタイミングがだいぶ違うということが分かりました。これ何本やっても同じでしたね。歩幅が合ってないのかと思ったんですけど、ここをちょっとゆっくり見ていくと分かるんですけど、この段階でですね、左斜め前に入りますね。で、その後ですね、1歩、2歩、3歩、4歩目でちっちゃいシャビシモンズは旋回してるんですね。で、それに対して179センチのシャビシモンズは、1歩、2歩、3歩、4歩、5、6ぐらいですかね。ちょっといっぱい5歩目が若干引きずってますけど、そんな感じでですね、ここの差が出てるんですよ。1歩から2歩ぐらいの差が出てるんですよ。時間にすると20個ぐらい違いますね。これはだいぶ違いますので、これは使用化に影響してくるかなっていうところですね。ちょっと大きいなとは思うので、ここでですね、遅くなっている自分の操作に対してのレスポンスがちょっと遅いということはわかるかなと思います。で、その後もですね、結構同じことは言えて、
歩幅がたまたま合うときはですね、179センチの方が速かったりすることもあるんですけど、結局同じ条件になるとですね、やっぱり身長低い方がいい感じに、早めにね、展開ができているということが分かりましたね。はい、そしてもう1パターン持ってきました。もっと今度は急旋回というかね、もうちょっと急にターンとかするとこなんですけど、はい、見ていただきました。これも細かく見ていきましょうか。最初のスタート、そしてターンのところ、ここに関してはそんな感じですね。ここ止めた後、ここまで同じなんですけど、この後のワンタッチが、ボールが動くまでのスピードを見ていくとですね、この時点でシモンズ、下のちっちゃいシモンズはもう動き始めていて、179センチのシモンズに関しては、この後、3コマから4コマ程度ぐらいですかね、の差が出ているかなというところは分かりましたね。まあこれ使っていてね、なんかおかしいなとかは感じやすいのかなと思いましたね。まあその他もですね、ちっちゃい細かいところとかレスポンスに関してはやっぱり小さいシモンズの方が速くなっているということが分かりましたね。まあこれがですね、10センチでもこれだけの差が出るということが分かりました。はい。まあ、ただですね、その一方で179センチの方もすごく頑張っているというか、やれている部分もあったので、思ったよりは気にならない人もいるかもしれないですね。ということで結論。10センチでも低い方がドリブルはしやすい。とします。はい、ということで見ていただきました。まあ、感覚通りですかね。やっぱり身長低い方がドリブル自体はやっぱしやすそうな感じはしましたね。まあ、スピードに関してもそんなに変わらなそうなので、まあ、という意味ではですね、ちっちゃい方のシャベシモンズに慣れてる人に関してはですね、こちらを使っていただいた方が良いのかなと思います。この辺は身長低い選手の特権かもしれないですね。空中戦が身長高い選手の特権と考えると、このドリブルに関しては身長低い選手の特権という感じかもしれないですね。で、この175とか180センチ前後に関しては、まあ、ここがバランスよくバランスタイプというかね、いう形になるのかもしれませんね。ムバッペとかもね、178センチかな。同じぐらいの身長でやっぱりあれだけ使われているのは、やっぱりそれだけ使いやすさっていうのは、言えるのかな、使いやすいっていうのは言えるのかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてくださいね。という意味ではだいぶいいバランスでこのゲームが構成されてますね。はい、と思いました。ということで、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。この結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、面白かった、参考になったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。このスカット組む際にはやっぱり役割分担においてね、組めるといいのかなとは思いましたね。やっぱドリブル仕掛けるところにはやっぱ身長低い選手の、で逆に言えばですね、中で合わせる人に関してはコレルのような背高い人の方がやっぱりいいのかなと。よかったら参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。